ひろゆきはタバコ吸いますか？はい、吸います。吸うとすれば何を吸いますか？ 1 ミリのタバコですね。僕、ニコチンが吸いたいわけじゃなくて、紙巻きタバコに火をつけて吸って煙を吐くという行為が好きなんですよ。ニコチンを取りたいだけだったらニコチンパッチとか電子タバコとかもあるんですけど、火をついたものを口に加えて吸ってそれを吐くというその行為自体が楽しいんですよ。多分ね、ネオシーダーでもいいんですよね。僕ネオシーダー吸ったことないけど、アイコスはね、煙を出す水蒸気なんで煙を吐くではないですよ。でその煙で輪っかを作るまでが僕がやりたいことなんですよ。多動症だからかもしれないですけど、なんだろうな、例えばタバコを吸う人って、今僕タバコを吸う真似をした時にって言ってたじゃないですか。深呼吸、まず吸う時に肺の奥まで息を吸ってふーってゆっくり吐いてっていう一連の行為自体が好きなんですよ。ニコチンを摂取したいだけではなく、タバコを口に加えライターで火をつけ、でそこにこう火がついて吸うとそれが赤くなりみたいなというね、全体のね儀式なんじゃないかな。なのでね、どちらかというとニコチンというよりタバコを吸うという儀式自体が意味があると僕は思っている気がしていて、なので僕今一人ではほとんど吸わないですよね。コロナ前だとたまに一人で外出る時に吸ってたんですけど、コロナ以降はもう一人で吸うことはほぼなくなってしまっていて、人がいる時しか吸わないですよね。僕タバコを否定派ではないんですよ。別に禁煙してるとも言ってなくて、単純に自分が吸いたい時に他人のをもらって吸うっていうだけで、タバコを禁煙してますとかタバコをやめた方がいいですとかタバコ吸った方がいいですって話じゃなくて、単純に僕がこういろりに近いかもしれないですね。そう、火遊びなんですよね。人はなぜキャンプをするのか。焚き火がしたいからなんですよ。キャンプって焚き火しなくてもキャンプできるんですよ。別に熱を加えなくても食えるものとかで、じゃあスニッカーズとか栄養補給食だけ持ってってテントに行って栄養補給食リンゴだからスニッカーズとか食ってでゴロゴロしてればいいけど、みんなさキャンプ行くとさ火焚くじゃん。あれね、火を焚きたいんですよ。あれ言い訳だからね、食事がとか。いや別にスニッカーズでいいじゃん。カロリーメイトでいいじゃん。でもね、なんかね、火を焚いてお湯を沸かすとか、火を通して出来上がるものというのがしたいんですよ。で、僕はね、タバコの煙で輪っかを作るというのがやりたい人なんですよ。煙吐くだけでいいじゃんもそうなんだけど、煙を吐いてその煙によって輪っかを作るという技術をまだできるなっていうのと、あと暇な時は輪っかに対してさらにもう一個輪っかを通すとかっていう、こういうのをやること自体に意味があるんですよ。でこれは僕スキューバダイビングの時でもやるんですけど、スキューバダイビングの時も輪っかを作るっていうのをやっていて、輪っかを作ったその中にもう一個さらに輪っかを通して輪っかの中に輪っかを通すとかっていうのをスキューバダイビングでやるんですけど、タバコでもやるっていう、はい、マッチの匂いはいいんですよね。ライターでも全然いいんですけど、マッチのね燃えた時のね匂いとかっていうのが割と好きっていう。たまたまお線香をもらったので家でお線香を焚くことがあるんですけど、うちの彼女に食事中は焚くなって怒られたりするぐらいお線香を焚いていたんですけど、はい、私はタバコを吸う人間が嫌いなのですが、主人の父が肺がんで壮絶な亡くなり方をしたとき、私の10歳前後の子供たちにタバコを吸いすぎてはこうなるよと教えたんですのに、2人ともタバコを吸うようになりました。2人とも一流大学で出てるのになぜタバコを吸い気になったのでしょうか。どう思いますか。お子さんたちにストレスが溜まったからじゃないですかね。で、それをずっとストレスになる元になってたのはさとちゃんさんなんじゃないかというのをもうちょっと自覚していただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、タバコは100害あって一理なしっていうのって、タバコ吸ってる人みんな知ってるんですよ。なので、頭いいんだと思うんですよね。息子さん一流大学出るので。それでもいろいろ言われ続けるストレスというのを解消するためにタバコに手を出さざるを得なかったっていうところだと思うんですよ。なので、ストレス解消法が他にあるんだったらいいんですけど、それがない状態だとタバコぐらいしかないよねっていうところで結局タバコになってしまうっていうのがあるので、子供に関して自由にさせるという方がいいんじゃないかなと思うんですよね。僕子供の頃ゲームがあんまりできなかったので、異常にゲームに対して執着が強いんですよ。一般的なレベルから比べると、多分僕ゲームに関して病的に執着してるんですよね。普通の人であれば会社に行くというのと、ゲームであれば会社に行くを優先してゲームをやらないで早めに寝るとかやるんですけど、僕ゲームやってる時って限界までゲームやるんですよ。で、気がついたら寝てて朝起きれないんですよ。それでも社会的に問題がないから僕は普通に生活できてるんですけど、でも結局じゃあ会社員だったら多分クビになってて、でもゲームってそんなにお金がなくても無料のゲームとか結構僕無
無料のゲームばっかりやってるんで、多分生活保護を取って無料のゲームをやり続けて、無料の映画を見続けるみたいな、本当に社会的クソ野郎になってると思うんですけど、ただそれがたまたまうまくいく業界、IT というのがあったので、なんとかなってると思うんですけど、でもなんとかなるというのがならなかった人っていうのは、そのストレスだったりコンプレックスというのをずっと病の方ね、病的っていうのは。なので、何らかしらの制限をしないという方が、多分その子たちのためになってたんじゃないかなと思うんですよ。これタバコ吸いの人しかわからない話だと思うんですけど、タバコを美味しいっていう表現をするんですよ。タバコは全く美味しくないです。ただの煙です。いがらっぽくない吸いやすい煙があるだけで、味覚的に美味しいはないんですよ。ただ、ニコチンが入ることによって気持ちよくなるとか、気持ちいい感じになれるよねと思って、一吸いした瞬間の口の中に煙が入ったり、火がボッとついたりとかって、あの感覚で、いやー、いつものあれだよね、気持ちいいよねっていう風に、ドラッグってタバコのドラッグなので、作用が発生して、脳がおかしなことになって、美味しいと誤解をしてしまうだけで、基本的にタバコは全く美味しくないです。アルコールも毒なので美味しくはないです。ただそういう誤解をしてしまうって話ですね。別に僕はアルコールも飲むし、分かってはいるんですよ。これ苦いよね、これはまずいよねと。ただ、アルコールを飲むことが好きとか、タバコを吸って煙で輪っかを作るのが好きっていうのがあったりするので、っていうだけの話です。酒とかタバコに関して美味しいというのは、基本的には僕は他に比べたら、吸いやすいとか、他に比べたら飲みやすいを美味しいと表現してるだけで、本当に美味しいと思ってるわけではないです。いやー、これね、喫煙特権なんで、喫煙者同士で、ちょっとタバコ喫煙所行きますかみたいなこと言って、喫煙所が離れてると5分10分かけて喫煙所まで行って、タバコ吸って20本ぐらいに帰ってくるんですけど、でもそれ普通に勤務時間として OK になるっていうのがあったりするので、非喫煙者からすると、マジ喫煙者ムカつくってなると思うんですけど、わかります。でも僕は喫煙所大好きです。これ何回も言ってると思うんですけど、喫煙所ならではのコミュニケーションというのが結構重要なんですよね。似たようなコミュニケーションは多分酒の場ぐらいしかなくて、ただ酒の場ってお互いに時間を使って仕事が終わった後にじゃあ飲みに行きますかとかお金を払ってっていうのでできる時間と空間なので結構コストが高いんですよ。でも喫煙所って会話するわけでもなんとなく人がいて別に黙っててもいいんだけどなんとなく喋るっていう必要のない会話をする空間なんですよ。で、必要のない会話っていうのをすればするほど人って仲良くなるんですよね。仕事で必要な情報というのを会議でやりますとか、報告書出しますって言ってもやったら、いや、仲良くはならないし、人のキャラクターってわからないんですけど、喫煙所みたいなので喋る必要がないところで、これこうなんだよねとか、最近こういうのあるんですよみたいなので、本人の感覚、性格、物事の考え方みたいなのを吐露して、それに対してアドバイスするっていうので、なので結構人と仲良くなりがちなんですよね。喫煙所でも全く黙ってずっとタバコ吸って黙って帰る人もいるんですけど、とはいえライター借りたりとか、あとタバコって結構ね、喫煙所行くともらえるんですよね。空港とかもなんかね、外国の喫煙所とかに行くと、お互い喫煙所見つけるの大変だよねとか、タバコ吸いって迫害されて大変だよねみたいな、虐げられてる民ならではのなんかね、身内感っていう仲間感があるんですよ。これはタバコ吸わない人は全くわかんないと思うんですけど。なので、タバコ吸いって良くないよね、体に悪いし、社会に関して害悪だよねって思ってる人たちが増えれば増えると、タバコを吸ってる人たちは仲良くなりやすいっていう、タバコを吸うメリットが発生してしまう。たまにだから、職場の喫煙所とかでも、タバコを吸わないけど、喫煙所は好きで、喫煙所に行く人っていうのいたりするんですよね。僕は割とそれはありなんじゃないかなと思うんです。肌に悪いし、体も悪いので、人には勧めないですけど、ヤニカス必死だな。いや、そうなんですよ。基本的にタバコは体に悪いし、金もかかるので、本当頭の悪い人が吸うもんだっていうのは、タバコ吸ってる人をみんな知ってるんですよ。タバコ吸うやつは体を悪くするために金を払って、本当に頭悪いような、知ってます。タバコ吸うやつで、タバコを吸うことが体にいいとか、お金が無駄ではないと思ってるやつは、多分一人もいないんじゃないかな。みんな無駄で必要のない、どうしようもないことをやって、俺たちバカだよねって認識してるっていうのがあって、なので人間がバカであることを認識しているということを分かってる分だけ、まだ多少マシなのではないか疑惑。はい。ちなみに僕はタバコ家では一切吸わないんですよ。今ここ住んで3、4年経ちますけど、家の中で吸ったこと一回もないんじゃないかな。知り合いがうちに来て、換気扇の下で吸ったことがひょっとしたら1回ぐらいあるかもしれないですけど、僕基本的にタバコは外でしか吸わないんですよね。僕タバコの匂い嫌いなんですよ。タバコ吸いって言ってながら家でタバコを吸わないって意味がわかんないと思うんですけど、僕タバコの匂い嫌いなので、もうタバコ吸って家帰ってきた後に服がタバコの匂いとかも嫌いなんですよ。自分の家にタバコの匂いがつくのが嫌なんですよ。タバコの匂い嫌いだから。じゃあ吸うね。至極ごもっとも。
タバコの匂いが染みついてるホテルとかも僕嫌いなんですよ。昔、喫煙か禁煙どちらがいいですかって聞かれるとかあるんですけど、僕基本的に必ず禁煙の部屋選んでました。禁煙の部屋を選んで喫煙所に行くとか、禁煙の部屋を選んで、ひげおやりさんは喫煙の部屋選んでるので、ひげおやりさんの部屋に行ってタバコを吸うみたいな感じで、あ、タバコ部屋で吸えるのあるんだ。東京だと飲食店はもう吸っちゃいけないルールになってますよね。電子タバコの紙タバコを借りる、これがね、結構微妙な話で、タバコって1000年、2000年ぐらい人類吸ってるんですよ。下手したら3000年とか吸ってるんですけど、電子タバコって吸い始めてからまだ10年とかで、実際にその人間の体にどういう症状が起きるかというのはわからないが結論なんですよ。でもちろんタバコ会社は成分上は何の問題もないから大丈夫ですという言い方をしてるんですけど、ただニコチンが入っているような成分に熱を加えて変性した状態のものを10年、20年と吸い続けた時に健康に影響があるかどうかの答えはわからないなんですよ。なので、電子タバコを吸ってる人たちって実は今人体実験中なんですよね。自分の体を使って。で、別に僕もたまに電子タバコしか持ってないっていう人の場合だったら電子タバコもらったりとかもするんですけど、やっぱりなんか日常的に電子タバコを吸うのはあんまりやらないんですよ、僕。ベイパーって言われるニコチンを入れた香料の液体に熱で気体状にしてそれを吸うっていうのが電子タバコとは別に海外では結構あるんですけど、あれ僕一時期吸ってたことがあって、で、あれがまだ日本の法律上喫煙にならないっていうのがあって、飛行機の中でも吸えますよねみたいな時代があったんですよ。煙が出ないってただの蒸気なのでっていうので。で、それを吸ってた時に喉痛めたんですよね。完全に蒸気になっていれば、多分肺に普通に入って大丈夫なんだと思うんですけど、熱の状態だったりとか、完全な蒸気といっても口の中の温度によって、それが液体に戻ってしまう状況っていうのがあって、多分ね。なので、喉の周りでニコチンのついた液体がずっと長時間喉周りにつき続けるっていうのがあって、僕喉が荒れたことがあるんですよ。これは体に悪くするなと思って、実験室とかで実験している限りは、100度以上になって完全に気体になっているものを肺に入れるというところで多分実験して、これは健康ですよってなってると思うんですけど、電子タバコの状況によっては80度ぐらいとか、気圧の低いところに行ったらもっと低い温度で気体になってしまうんですけど、でもそれが口の中の温度でどんどん冷えてしまって、液体に戻ってしまって、で、戻った液体が口内だったり粘膜だったりにくっついたままずっと放置される。要は、ニコチンが体の肌についたまま何時間も放置されるという状態で、これが何年も続くってなると、多分別の症状が起きる可能性があるんですよ。これが10秒、20秒だったら別に大丈夫だよね、なんですけど、電子タバコを吸い続けるって、それが5年、10年、ニコチンつけっぱなしにして生きるっていう、それはどうなんだろうっていうのがあったりするので、なので、なんかちょっと微妙だなというふうに思ってるので、だけどタバコの話はどうでもいいっていうのがちょこちょこ来たんで、タバコの話この辺にしておきます。はい、すいません。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。